こんにちは、ゆうかです。今日は皆さんに発表というか決意表明をしたいと思います。私、ついにバイク免許取得に挑戦してみたいと思います。前からたくさんリクエストをいただいてたんですけど、ようやく心の準備ができました。私普段はこの愛車の軽バンとか、あとフェリーとか飛行機とかに乗っていろいろ旅してるんですけど、ここの道バイクで走ったら気持ちいいよとか、ゆうかちゃんのライダー姿見てみたいっていうコメントをよくいただいて、私もすごい気になってたんですよ。ちょっと免許取得についていろいろ語りたいっていうか、皆さんにたくさん相談したいことがあるので、一旦後ろに移動します。車の後ろに乗ってお話ししようかなって思ったんですけど、ちょっとご覧の通り今車が荒れすぎていて、外でお話しします。もう半分以上釣り具なんですけどね、こんだけ釣り具置いといて、最近は一匹も釣れてないんですけど、釣りの話は一旦置いといて、今日はバイク免許取得の話をしたいと思うんですけど、ちょっと待って、私が外に出てきたら雨が降ってきた。どういうこと？じゃあまずはなんでバイクの免許が取りたくなったかっていう話をしていきたいと思います。最近私キャンプも再開したし、新しく釣りにもハマって、結構アウトドアな趣味が多いんですよ。遠くまで行かなくてもちょっとそこまで行きたいっていうことが多くて、パパクリッパで行くのもいいんですけど、駐車場が少なかったりとか、駐輪場はあるけど駐車場がないっていう場所があったりするんですよ。そういう時にバイクにちょろっと荷物を積んで行ったりしたらめちゃくちゃ便利そうじゃないですか。あとは単純に楽しそう。私がちっちゃい頃、昔お父さんもバイクに乗ってたんですよ。今はもう乗ってないんですけど、その時もすごい楽しかったし趣味だったって聞いたことがあるし、私が小さい頃に中国でお母さんの友達の後ろに乗せてもらったことがあるんですけど、すごいスリルがあって楽しかったんですよ。あと私実はちょっと免許オタクで、この間マニュアル車の免許も取ったし、あとは大型免許とか船舶免許も取ってみたいなって思ってるんですよ。いろんな免許の枠を埋めていきたいなと思って、それもちょっとハマっています。その中で一番お手軽に取れる免許だと思うし、私も実際に乗りたいし、いろいろ悩んだ結果心が決まりました。でもいざ取ろうってなると、合宿か通いかっていう問題が発生するじゃないですか。今合宿にするか通いで取るかすごい悩んでるんですよ。合宿と通いのメリットデメリットをいろいろまとめてきたので、ちょっと読みながら話していきたいと思います。まず私が取る免許は普通二輪免許で、私は車の免許を持っているので学科がほとんどないらしいんですよ。で、通いのメリットはまず時間の融通が利く。長期休みを取らなくても通える。時間をかけてゆっくり学べる。私は不器用だからすごい助かりますよね。あとは家から近い学校や空いてる学校とかを選べる。今の時期は7月8月結構混んでる時期なんですよ。学生の方たちも夏休みで免許取るだろうし、大人の方もね、やっぱり会社が休みとかで今がチャンスっていう方が多いから、8月いっぱいまでは多分混みそうですよね。で、反対に通いのデメリットは合宿に比べて費用が高いんですよ。全国平均費用は約14万円。ちなみに合宿だと全国平均が10万円で、4万円近く安いんだそうです。4万円って結構でかいですよね。他にもデメリットは予約が取りにくいので期間が延びる可能性あり、特に夏は繁忙期だそうです。確かにな。私ズボラだからあんまり予約しなくて、全然空いてないとかなってずるずる数ヶ月続いちゃうこともあるし、そう思ったら私は合宿のが向いてるのかなっても思っちゃうんだけど、どうなんだろう。あとは1ヶ月はかかるので体が覚えてられるか不安。私はやっぱり容量が悪くて忘れっぽいんですよ。キャラクターで言ったらドリーみたいなもんなので、ちょっとその点は不安ですよね。次に合宿のメリット、さっきも言ったように費用が安い。あとは毎日バイクに乗れるから体が覚えやすい。確かにね。私は忘れっぽいから、そう聞いたら合宿の方が向いてる気もしてくるな。あとは期間が短い。最短で9日ぐらいで取れるそうです。1週間ちょっと合宿行ったらもうバイク乗れる。これめっちゃいいですよね。他には予約の心配がない。なので必ず授業を毎日受けれるんですよ。あとはプチ旅行気分を味わえる。
私前に限定解除で長野県に合宿に行ったんですけど、その時結構楽しかったんですよ。2泊3日で一瞬だったんですけど、プチ観光みたいなできてすごい楽しかったのを覚えています。それも地味に魅力ですよね。合宿のデメリットは長期休みが必要になる。最低でも1週間ちょっとは空けなきゃいけないですよね。私は動画投稿したりとか配信したり編集したり、他にもお仕事がちょこちょこ入ったりとかで1週間以上確保できるか、そこがちょっとねデメリットですよね。あとは短期集中で頭と体がついてくるか問題。私は不器用なのでそこは心配ですよね。ペースが速すぎて、ちょっと待って、まだ復習する時間がないのに次行っちゃうみたいな。通いだったらねゆっくり勉強できるんですけど、置いてかれないか心配ではあります。今日ね私が外で撮ってるのには実は理由があって、この私の雨女を披露するためじゃないんですけど、とあるものを用意しました。じゃーん、ホンダの CB400 スーパーフォア。これはバイクの教習車と全く同じ車種になっています。ちなみにこれは 400cc です。バイクって両手両足使うって聞いたことがあるんですよ。まず手の部分、ここがクラッチ、そして足のところについてるこれがギアだったかな。そして右側についてるここが前ブレーキ、そして足についてる方が後ろブレーキ。合ってますか？めっちゃ難しそうじゃないですか。これちゃんと習ったらできるもんなのかな。自分が乗ってる想像が全く湧かない。今回はこのバイクをバイク屋さんに協力してもらって特別に貸してもらったので、実際にまたがってみたいと思います。もちろん運転とかはできないですよ。実際こうやって乗ってみるのはいいよって言ってもらえたので、安全の下でやっています。おすごい。おでかくないですか？怖いな。重たい。これが普通二輪なんですけど、バイクって大型とかもあるんですよね。大型とかだったらこんな感じで運転するのかなこれでも十分でかいな。結構女の子は足がつかないっていうのも聞いたことあったんですけど、私は余裕でべったりつきます。ちょっと身長が高いからなのか、そこは全然大丈夫そうですね。本当にいいんですかエンジンかけていいんですか？行きますよなんとエンジンをかけていいという許可をもらったので、特別にエンジンだけかけさせていただきます。せーのすごい。車と全然違う。止まったすごい。実際走ってる想像が湧かないな。よいしょ。雨がちょっと気が早いんですけど、もしバイクの免許が取れたら乗ってみたいなって思うバイクをいろいろ調べてみたんですよ。私が可愛いなって思う気になるバイクは、まず1つ目、ホンダのスーパーカブ110。私普段軽バン乗ってるから、軽バンとスーパーカブってなんか組み合わせ良くないですか？軽バンと仲良くなれそうで、なんかいいなって思って、可愛いなって思って気になってます。あとはスズキの私じゃないですよスズキの SW1。 これもねすごい可愛くて気になってるんですよ。私もスズキだからスズキいいなと思ってます。 SW1 はめっちゃ可愛いんですよ。ちょっとみんなにも見てもらいたい。こういうちょっと見づらいですね。画像を貼っておきます。こういう感じで丸っこくてちょっとスーパーカブっぽいんですけど、めっちゃ可愛くないですか？私丸っこいのが大好きでこれねバイクの中でもすごい可愛らしいなと思って今一番目をつけています。次もスズキなんですけど ST250E。 これは一見こんな感じで普通のバイクに見えると思うんですけど、結構ねカスタムしてる人がいるんですよ。カスタムしてって自分好みに作っていくっていうのもいいなって思って気になってます。パパクリッパもそれで言ったらカスタムして自分好みの車にしたので、バイクも同じようにいろいろカスタムできたらいいなって思ってます。次はホンダのレベル250。
これはすごい足がつきやすいっていうのを見たんですよ。これ運転しやすそうだなって思ってちょっと気になっています。そして次がホンダの GB350。これもめちゃくちゃ可愛いんですよ。こういう感じでちょっとさっきのスズキの SW1 に似てるんですけど、私は丸っこいフォルムが好きなのかもしれません。これめっちゃ可愛いですよね。女の子らしくていいね。 GB はいろんなカラーバリエーションがあって、赤とか青とか白とかグレー、色も選べるのでそれも面白いですよね。最後はヤマハの SR400。 これは昔からあるクラシックバイクなんですけど、カスタムパーツがいっぱいあるんですよ。だからいろいろカスタムして私好みな世界に1台だけのバイクを作れそうだなって思ってすごい気になっています。ちなみに皆さんはバイク持ってますか？私の視聴者さんは結構持ってる方が多いんじゃないかなと思って、コメントでもちょこちょこバイクが趣味ってコメントをいただくし、バイクについて語ってるのをよく見かけるので、皆さんのお気に入りのバイクとかおすすめのバイクとかもあったらぜひ教えてください。あとバイクはここの横のところにバッグをかけられるって聞いたことがあるんですよ。だからここに釣り具とかキャンプ用品とかかけて持ってったら、ちょっとそこまで釣りしてくるとかめっちゃ楽しそうですよね。ちょっとしたお出かけとか隣の県まで行ってくるとか、そういうのやっても楽しそうだなって思うので、バイク免許取るのとっても楽しみです。ぜひバイクを趣味にしている方たち、ゆかちゃんこれはこうだよとか、こうした方がいいよとか、いろんなアドバイスとかご鞭達お願いします。ということでいろいろ語ってしまったんですけど、まずは合宿か通いか選ぶところからですよね。それとあと時期もか。今7月だから最短でも9月ぐらいになっちゃうのかな。どんなことでもいいので、いろいろわかる方ぜひコメントでたくさんお待ちしてます。いやでも楽しそうだな、バイク免許。いろんなとこ行きたいな。パパクリッパ嫉妬するかな。嫉妬するなよパパクリッパ。友達だからね、パパクリッパの。どうしよう、ぐずって故障したら。ということで今回の動画は皆さんの意見をたくさん求めたいので、コメントたくさんお待ちしてます。ということで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録とコメントと高評価お願いします。じゃあバイバーイ。バイクシリーズこうご期待。前からたくさんリクエストいただいてたんですけど、ようやくコロコロの間違えた。これなんだろう。これがガソリンか。こんなとこガソリン入れるんだ。知らなかった。すごい。